お客さんもいらっしゃるんで、みんなと一緒にですね、ロックマンのねハッピーバースデーロックマンを歌おうと思いますので、皆さん、一緒にハッピーバースデーロックマンの歌を歌っていただきたいと思います。いきましょう。 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Rockman Happy birthday to you 大きいな大きな拍手お願いします。おめでとうロックマン。じゃあ、せっかくだから花束をこれあげたいよね。あげようよ。順番どうする？じゃあロールちゃんあげる？ロールちゃんやって最初に。はい、ロックマンおめでとうということで、わーおめでとう。そしてドクターライト、はい、そして最後にブルースからお祝いの花束が贈られました。ブルースはちょっとやっぱりクールだぜ、こいつはやるぜ。今回ね、3D というかそういう風にしようと思うのは結構勇気がいることっていうかね、実際画面で今から見ながらお話ししようと思うんですけども、結構思いませんでした？ 3D にしようって話をしてたらっていう。そうですね、3D にしようということでは思えなかったんですけども、やりたいことをするには 3D しかなかったというところが実際にですね、これ画面を見ながら、はい、2人でですね、どんどん解説を皆様に今日聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、はい、こちらのモニターご覧いただきたいと思います。はい。体験版にも入っているシーンも流れてますが、森下さんどうでした？ 3D の動画。まず映像がすごく綺麗なので。この子また急に調子悪くなっちゃって。いいタイミングだったよ。ちょっと危なかったけどね。すごい武装なんで我々警察の迂闊には近づけないんだ。わかりました。僕がなんとか。なんだあの青いのは。あいつが全部悪いんだ。何よあんた。皆さんこんにちは、飯塚真由美です。自己紹介をしますと何からしていいのかわからないんですけれども、生年月日は昭和52年の1月3日です。血液型はなんと AB 日本人で一番少ない、AB 型です。で、私のやらせていただくトロンという
キャラクターを見た時にはもう本当に男っぽい元気な女の子でなおかつちょっと負けず嫌いっていうのがやっぱり台本を見た通りのキャラクターだったので、私は最近とってもそういう元気な女の子の役が多いので、これはできるっていう手応えをすごく感じたんですけども、偽物じゃないのよ、あっちに行きなさい。トンちゃんはもう本当に苦手なんですよね。でも私もそんなになんかもう可愛いとは思うんですけど、飼ったことないのでね。でも猫と犬どっちが好きって聞かれたら犬の方が好きかな。気が強いなって思わせるセリフが割と多かったですね。ロックに対して何今いつみたいな感じとか、あと犬にびっくりして逃げるところ、あそこ可愛いなって思ったんで、はい、そこを見てほしいですね。お兄様、早くあいつを止めないと。そんなこと、あの子がいるじゃない。こんなもの、こうすればいいのよ。大丈夫、ロック。クリアするまで頑張ってということで、トロ役の飯塚真由美でした。バイバイ。10年ということでね、一応区切りの年っていう形にはしてるんですけども、一応10年で終わりだっていうところじゃないんでね、6万11周年12周年とやっていきたいんで、どんどん新しいロックマンも生み出していきたいですし、11年目っていうところでロックマンダッシュのスタートをしたいんでね、今後も20年30年と続けれると嬉しいなと思っています。皆さん応援をこれからもよろしくお願いします。今11周年に向けてロックマンダッシュってあったんですが、なんとロックマンダッシュだけではなく、はい、なんかね、そうなんです。今日この会場にいらした皆さんにプロデューサーの方からすごいニュースがあるそうなんで、じゃあお願いします。何なんでしょうか。ここで発表を。また新しいというか違ったロックマンを作ってるんです。ロックマン&フォルテ、一応ロックマン&フォルテというタイトルで、一応純粋なこれはアクションゲームなんですけども、実はフォルテが使えちゃうという、もう皆さん待ってたと思うんですけども、フォルテでプレイできるっていうゲームを、でこれ、実のところはスーパーファミコンでやってます。だからプレイステーション持ってないんだとかサターン持ってないんだっていう方も楽しめるようにスーパーファミコンで、また新しいロックマン&フォルテ作ってますんで、ボスキャラも全く新しいもので楽しみにしておいてください。これ今まさに開発中。発売は大体いつ頃になりそうかと皆さん待ってるんで、大体ですけど、それぐらいまでにはみんなに遊んでもらいたいなっていうのは、春頃には遊んでいただきたいなと思ってます。近いうちですね。今日もね、だって作ってる最中の画面わざわざ持ってきていただいて、そうです。次の学年に上がるまでには、ね、やっていただきたいなと思ってます。ちょうど入学シーズンとかにもらえるように、
ホームランのドローでやってきましたね。ハマる、絶対ハマる面白さ。一味違う新感覚のロックマン。フリーランニング RPG ロックマンダッシュ新登場。カプコン。世紀末の日本を突如襲った無差別高校生誘拐事件。警察も手が出せない強大な敵を相手についに生徒たち自身が立ち上がった。オイラの気持ちがわかるもんか。しょうま、だからあんたはガキなのよ。私立ジャスティス学園。生徒なら教師の言うことを聞きなさい。
からん。弱い。これほどまでに弱いと。ね、やりおるわ。たばれ。次は俺が助けてやるから起きろって。僕たち一人でどうしたらいいのよ。弱音を吐いちゃダメよ。まだやれるはずよ。Marvel vs. Capcom。Marvel vs. Capcom. Clash. Spider sense is tingling. Let's go, Robert. We are better. Is it? 行くぞ。頼むぜ。行きな。リリー、行くわよ。Ready. Fight. Danger!
私は許したい。The setups that we had, we were in this real jailhouse, which is abandoned, but very spooky environment, giving it a real sort of stark quality, almost a noir kind of a quality to it that matches the game. Biohazard 2. Well, what we were trying to do, this is a commercial for Biohazard 2, but we wanted it to look like a movie, so we basically wanted to produce it very much like a movie instead of like a commercial shoot. It's fabulous. I mean, I love making the movies, and it's great that there's a game which is,
it's like a flashback to that genre. And it's, you know, I can feel maybe a little bit like I had some influence on it, and so I feel very flattered, you know. And it was just like a small motion picture shoot with extras playing the zombies and a few people that were experienced playing the zombies, and the actors, Brad Renfro and Adriana, have experience. It was like working with a regular cast. Oh wow, yes. Some chick player, you know, badass chick player goes and gets to shoot all these zombies and stuff, and she's just this superhero. So, I mean, for aesthetic, just for a you know, photographic aesthetic. And so Peter and I just talked about keeping it clean and making it look, you know, like old Hollywood almost. And that's pretty much the way. Behind a character, in front of a character, it sometimes gets tricky lighting-wise because you want to keep it spooky, you want to keep it dark, but there's, you know, particularly with any sort of blood effect or anything like that, you have to have enough light there so the audience knows really what's happening, but keep it spooky at the same time. Screaming Mad George was fabulous. I mean, the zombies, he made some really terrific zombies for us. I just wish we could have given them more screen time. Well, now, zombie is something that is very, in a way, it's so overdone. And I usually tends to do something that is more in a surreal stage. So, and then, like, you know, trying to make something very different from anybody's done, same genre. But in the sense of zombie, is it very difficult to try to put something very, you know, surrealistic imagery thing going on, because then it really cuts off from the original, you know, point. Right. So, you know, I just thought, okay, well, you know, we should just do it, make the really good zombies. You know what I mean? Instead of trying to do some different thing because they want a zombie and this is that. You're right. So, you know, I just thought, okay, well, you know, we should just do it, make the really good zombie. When I grew up on horror movies, the horror movies of the 40s and early 50s, zombies were always this sort of lower, blue-collar monster, you know. And they were just vampiric. They were hungry for human flesh or blood or both. And that's really their only motivation. They're not particularly evil. They just behave the way a herd of animals might behave, or a herd of, you know, hyenas, or that's what you have to watch out for. I mean, they're just driven. Well, you know, it's funny, when you get a bunch of zombies in a room, I find, all the times that I've worked with zombies, if I make any physical move when I'm talking, then all of a sudden they all do it. And you have 40 zombies doing exactly the same thing, which is, so I generally let them invent their own moves, you know, how they want to behave, basically just What's that? Doesn't it kind of reflect on, I kind of like it because it's a
real big change, coming from a spiritual hero to an actual literal hero. It's it's also very fun material, but it's good because it's a good little switch around. I don't know why, but pretty much left it up to me. I might be able to handle it. I don't know. And you also like the naturality of it, you know. I mean, Brad was interested in the character, and even though it's a very short piece, he was interested in, you know, knowing how to handle the guns. In my stories, the people that are trapped by them or that get in trouble are people who just can't either handle it or can't communicate properly with each other to form a plan to work around this problem, and so. Yeah, we're good. That's all right. They don't have a lot of power. They move slowly. You can defeat them easily one at a time. But when there's enough of them, and when you're not very organized yourself, or your group can't communicate or whatever, you know, they're going to get you. And those are thematically what I've always worked with. Biohazard 2. Optic blast.今この CD を買うとロックマンダッシュに隠されている秘技、小ネタ、裏技のほんの一部をこっそり紹介しているぞ。さらに抽選で500名様にロックマンダッシュキャラクター入りオリジナルトレーナーをプレゼント。 East West Japan.
Feed me.